はい、20段まで編みました。全部でここが36目ですね。で21段目でこのマズルを編みたいと思います。まず鎖1目で立ち上がって細編みを20目編みます。1、2、3、4、6、20。はい、20目まで編みました。そしたら21目目に細編みを途中まで編みます。そしたら今度このマズルの色の糸に変えます。なんかこれ絡まってる。はい、マズルの色に変えます。よいしょ。そしたら次の目に、長編み4目の玉編みを編みます。同じ目に長編みの未完成を4回編み入れて、最後なんか変なのちゃった。1、2、3、こっち裏からちょっと引き締めてあげてね。でこう引き締めたら引き抜いたら鎖編みを1つです。でこのマズルカラーのどっちもこの後ろにあるこのねボディのカラーとマズルのカラーをねの糸はちょっと編みくるんでいきます。たった3目なんですけどね、2目か厳密に言うと。鎖編みしたら次の目に細編みです。ここ別に出さなくていいです。きつめにキュッと編んじゃってください。そしたら、同じようにこれを編みくるみながら見えてなかった。次の目にまた、長編み4目の玉編みをもう一回編みます。3、4引き抜いて、でここで鎖編みをするときにこのカラーに戻ります。鎖編みをしたら次の目からまた細編みで最後まで、残りが12目なので今1目編んだのであと11目ですね。1、2、違う1でごめんなさい。さっき1目編んだところでね止めますね。そしたらこのマズルのカラーを切っちゃいます。切っちゃって糸端をくるみながら、私基本的に外れた。基本的に編みくるまない派なんですけど、ちょっと今回は緩んできやすいので編みくるみながらいっちゃいますね。あと11目ですね。編みくるみながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11編み終わったら最初の目の頭に引き抜きます。でこうちょっと出して休めといて、でこのねマズルの部分がなんか変な状態になってるので
玉編みを、外側にポコンとひっくり返してあげます。ポコンと、こっちもポコンと。そうするとね、可愛く出てくるので、そしたら編みくるんであるのでね、ここもそんなに汚くなってない。で針を戻して、次の段は22段ですね。22段は、増減なしで1段編みます。はい、これで、22段目が完成です。23段目からは減らしていきます。あと3段で終わりですよ。23段目は減らし目1減らし目1で編んでいって、なんか方内かな、減らし目1減らし目1って編んでいって全部で24目になります。立ち上がって減らし目1減らし目1、はい、編めました。で25段目は増減はないんですが、増減はないんですが、ちょっと編み方が変わってきます。まず1、2、3、4、鎖編みを7回かな。ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、7回やったら、次の目から長編みを5目、同じ目とかじゃなくて、玉編みでもなくて普通に長編みを5目編みます。1、次の目にも長編み、2、次の目にも長編み、3で次の目にも長編みです。こんな感じ。そしたらここからまた今度は1、2、3、4、なんでしょう、1234567、細編みを9目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9目編んだら、ま
たごま編みじゃなくて、長編みを、4目1、2、3、4でなんでごま編みって言っちゃうんだろう。長編みの4目目が最後の目になるので、最初の細編みの頭に引き抜きます。よいしょよいしょよいしょ。そしたらこんな感じで、次の目では減らし目をしていきます。減らし目をしつつ耳を作っていきます。鎖一つで立ち上がったら減らし目を2回連続、根元から減らし目減らし目で、次は細編みを1です。そしたら次も減らし目です。で次はなんて言うんだっけな、長編みの4目1度かなでいいのかな。ダブルクロシェ4 together だったかな。なんかそんな言い方だったような気がするけど、まあいいか。長編みを次の目にかけて、次の目に入れて、これ長編みの上ですよ。長編みが4目あって、1,2,3,4目あって、それぞれの頭に入れるんですが、かけてここか入れて途中まで編みます。長編み未完成。そしたらかけてまた次の目持ってきて途中までかけて、同じように次の目に入れて途中まで編みます。で最後かけて刺して途中まで編んだら、5本をいっぺんに引きます。こういう状態。そしたら鎖編みを2目編みます。でこれちょっと分かりにくいんですが、ここが次の細編みの頭なんですが、こういう状態で見て、ここの上の上に緩めにここ2本取って緩めに緩めにから進まない。緩めに引き抜きます。そしたら次のこの側面のところ2本を取ってまた引き抜きます。そしたら次のこの細編みの頭からまた同じように減らし目をしていくんですが、今度はまた、2回連続減らし目1減らし目1回、次も減らし目2回、そしたら次は細編み、そしたらまた、減らし目がまた2回続きます。減らし目続いたらさっきと同じことをもう一回します。長編みかけて刺して持ってきて、長編みの途中までを4回繰り返して最後に5本引き抜きます。で鎖編みを2回。そしたらここは最後の目なので次の細編みはもう頭なんですよね。だからこの引き抜いなんて言ったらいいんだろうな、最後のこの4回やったでしょ。で最後に編み入れたところの目を側面で見たところの上って言ったらいいのかな、ここ2
2本に引き抜いて、またその下にもう一回さっきと同じように引き抜いて、最初の目の細編みの頭だからこの減らし目したとこですねに引き抜いて、で糸を切ります。でちょっと縫ったりするのでちょっと長め30センチぐらいでいいかな。でも30センチもあれば余裕だと思います。でビーッと抜きます。そしたらあれをとじ針を用意して、でその前にそうだ綿を入れていきます。でこんな状態かわいい。あ、違う綿の前に顔をねつけちゃいます。何色がいいかな。紺がいいかな。紺にしよう。紺を黒っぽい糸何でもいい、好きな糸でもいいです。普通にとじ針に通してまずこの鼻のねこの辺をにぐーっと中から出します。そしたらここに玉留めする時みたいな感じでこう置いて1、2、3回ぐらいかな。3回でいいな。こんぐらい3回やったらここねぐちゃぐちゃとならないようにそーっと通します。ふーっとちょっとぐちゃぐちゃにならないように気をつけてくださいね。ふーっとこんな状態、こっち側からも引いてあげて、そしたらこれをねこっち倒すと一目あるので一目まで行ってもいいか。ここから今出ててここ一目っていうか一段ですね。一段向こう側上に出してグッと引っ張ってあげると鼻ができたで裏でこうなってるので裏でしっかり縛ってあげます。そうすると緩まないし鼻もグッと中に入るので縛った状態がこんな感じかわいいね。ほどけてこないように注意しながらやってください。よいしょ。で、縛りました。で短い方の糸をねもう中入れちゃってください。はい。で、今度目ですね。目はこう見てもらって、これも好みでいいんですよ。目とかはもう表情大事なので自分が可愛いと思う位置につけてあげて全然いいんですけど、とりあえず参考は私はこのね鼻の位置と同じところにつけたいんですよね。つけたいというかから始まります。ここら辺かな。この辺に後ろから出してでこのやや斜め外側にこういう感じで見えてなかった。こんな感じ。これね 4回ぐらいすると
糸がぷっくりして可愛いんですよね。もっとね、手がもっとなんかこういう感じで線って感じでなんだろう、斜めのこれが長さが長い目にするとさらにね G さん感が出ていいかもしれない。で OK のできたら今度こっち側のところにいい感じのところ、だいたい左右対称、こうだね、左右対称のとこにやや斜めこの辺がで、また4周ぐらいはしたい。鼻が詰まってるので息が荒くなっちゃう。お手手がで、これで裏側から出してこんな感じで、そしたら裏側で、軽くね、そんなによいしょ、そんなに厳密にじゃなくていいけど、ほどけてこない程度にちょっと止めておいて、こうして一回結んどくといいよね。キュッとで、ギリギリじゃないところで切って、どうせ綿入れちゃうんでね、よいしょ、こんな感じになりましたね。でいよいよ綿を入れていきます。いよいよです。買うのはこちら。私散々100均のというかダイソーさんの綿が嫌だって言って散々文句言ってたんですけど、あれはあれでクッションとかそういうものにだったら柔らかいしいいのかなと思うんですけど、ちょっとね編みぐるみにはやはり合わないということで、これいつものこれを買いました。これ湯沢屋さんで抗菌棒なり棒菌で、何がいいっていうとすごいね、弾力があるんですよね。で固めというかでね、こう小さくして詰めるでしょ。そしたらその場にとどまってくれるんですよ。ふわーっと出てきちゃわないの。なのでこれすごい気に入ってます。でまずこのぐらいを手に取ってピンセットで足のここにめがけて、まずここから詰めていきます。お好みの硬さに、これもこのぐらい、よいしょ。足を割としっかり入れたら、もうあとはどんどん詰めていくだけですね。よいしょ。どんどん詰めていくだけです。体が終わったら頭、あとね、結構これ弾力っていうか密度が高いので、そんなに詰めなくても割とポンってなるんですよね。100均の柔らかいからどんなに詰めてもずっとほにゃほにゃしてる感じのイメージなんですけどね。よいしょ。である程度詰めました。そしたら今度ここを閉じていくんですが、どうしとこうかな。閉じ針に
この休ませておいた糸をくぐらせて、まず何をするかというと、ここね、耳がこうあるんですけど、こういう状態、ここのいっぺんに引き抜いたところが頂点になるので、こうキュッとねちょっとつまんであげます。そしたらここの糸端のところからこうグッとね、ここのわかるかな、ここ耳があるんですけど、ここをグッと前後で押さえてあげて、まずちょっと綿は避けてね、最初だけここから一目ずつ、そこまで細かく一目一目でやんなくてもいいんだけど、あんまりね雑にやると汚くなっちゃうんで見えないね。一目ずつこうやって、ここのね、ここが頂点なんですけど、まず頂点に一回出して、グッと出して、そしたら綿をねこんぐらいでいいので、この耳に詰めてあげます。隙間からというか下からね。で、あんまり詰めすぎると穴がボンって開いちゃうので気をつけてください。で、まあこの辺はいい感じでってヤモリの尻尾と胴体の間みたいな感じで、理想はちょんちょんとこうとんがることなんですけど、そんなに厳密にはちゃんとはならないので、だいたいそれを目指してグッとやっていくっていうね。でここまで来たら今度くるっとひっくり返して、ここも閉じていきます。ここをこうやって、ここをね頭のてっぺんなのでちょっと丁寧にやりましょう。普通に一目ずつかがっていくっていうのかな、かがっていけば綺麗になると思うので、ね、見えてなかった。よいしょ。こんな風にかがっていって、最後ここ空いてるところからまた耳にちょっと詰めていきます。でこっちの耳もこっちと同じようにちょっとね気を使いながら、よいしょ、閉じていって、頂点から出して、よいしょ。こんな感じかな。そしたらいろんなとこをこうくぐらせて止めていってください。よいしょ。もみしてね、わかんないようにしてくださいね。あらららら。あらら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 ら。
よいしょ。よし、そしたら根元で切って形を整えてできました。どうでしょう。赤い腹巻きいいですね。目立って腹に巻いてますって感じですよね。うん、赤腹巻きいいな。他の色でも赤腹巻きだったら合いそうな感じがする。できました。でお手手もこの玉編みがどっちを向いてるかによってお手手の表情がね、お手手って表情がねちょっと変わってくるので、それはもうお好みでどちらかにこの玉編みをどちらにくるんとさせるかによってほら手の表情が変わる。こうやってやってるみたい変わってくるのでね。はい、尻尾もこうなっててもいいし、こうしたい時はこういうこのままにしたい時はこう止めちゃってもいいしね。お好きにアレンジしてみてください。ここでやっぱりぶら下げると可愛いかな。では完成です。皆さんもいろんな糸でいろんな色で編んでみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしかったらお願いします。逆だった。まあいいか。ではじゃあね、バイバーイ。